皆さん、こんにちは。日本語講師のとしきです。今日は家で焼き鳥を作ります。料理の様子を見ながら自然な日本語を勉強しましょう。今日の大切な表現は3つです。何々したまま、何々してしまいます、何々しやすいですの3つです。今回の動画の中ではこれらの表現を繰り返し使います。どういう意味なのか、どんな場面で使われるのか考えながら聞いてください。それではリスニングに挑戦しましょう。まず焼き鳥について簡単に説明します。焼き鳥は一口大の鶏肉を串に刺して焼く日本料理です。串は肉や野菜を刺す細長い道具です。日本の焼き鳥店ではいろいろな部位、つまり肉の部分を選べます。もも、胸、皮などはよく知られている部位です。味付けは塩とタレが一般的です。タレは醤油やみりん、砂糖などで作る甘辛いソースです。焼き鳥店では炭火で焼くことも多いです。でも今日は家のフライパンを使います。串に刺したままフライパンで焼いていきます。今回は3つの味を作ります。胸肉は塩味にします。仕上げに梅しそやわさびを乗せます。もも肉と皮には甘辛いタレを絡めます。それでは材料を見ていきましょう。まず鶏もも肉を1枚使います。次に鶏胸肉を1枚使います。もも肉は脂が多く味がしっかりしています。胸肉は脂が少なくさっぱりしています。ただし胸肉は焼きすぎると硬くなってしまいます。梅干しは3個です。大葉は5枚使います。大葉は爽やかな香りがする野菜で、しそとも呼ばれます。わさび、塩、油はそれぞれ少し用意します。タレにはみりんと醤油をそれぞれ 90ml 使います。砂糖は 25g です。この分量でタレを約5人分作れます。今日は鶏肉に絡む量だけ使います。海外ではみりんが見つからないこともありますね。その場合は料理酒か辛口の白ワインで代用できます。みりん 90ml の代わりに料理酒を 90ml 使います。そこへ砂糖を 18g 加えます。辛口の白ワインを使うときも同じ分量です。できれば塩が入っていない料理酒を選びます。タレの材料にある砂糖 25g も別に加えます。料理酒も白ワインもない場合は水でも作れます。水 90ml に砂糖を 18g 加えます。水で作ると香りは少しあっさりします。代用品がわかると海外でも作りやすいですね。それでは先にタレを作ります。小さな鍋にみりんを入れます。代用品を使う場合は料理酒か白ワインまたは水を同じように鍋へ入れます。みりん、料理酒、白ワインを使う場合は火にかけてアルコールを飛ばします。強い香りが柔らかくなったら砂糖を加えます。水を使う場合は最初から砂糖を加えます。砂糖が残らないようにしっかり溶かします。
強火にすると砂糖が焦げてしまいます。砂糖が溶けたら醤油を加えます。一度ふつふつと沸くまで待ちます。これを一煮立ちさせると言います。一煮立ちしたら弱火にします。火を弱火にしたまま10分ほど煮込みます。表面にアクが出たらスプーンで取ります。アクは表面に集まる細かい泡や濁りです。10分ほど煮たら火を止めます。そしてタレをそのまま冷まします。タレを冷ましている間に薬味を準備しましょう。梅干しを開いて中の種を取ります。種を取った梅干しを包丁で何度も細かく切ります。料理ではこれを包丁で叩くと言います。包丁を細かく動かしてペーストのようにします。次に大葉を5枚重ねます。大葉を細く切ります。細く切ることを千切りと言います。切った大葉を水でさっと洗います。長く水に入れたままにはしません。さっと洗ったら水気をよく切ります。梅肉と大葉は盛り付けまで別々に置きます。わさびはたくさん乗せると辛くなりすぎてしまいます。最初にもも肉の皮を剥がします。皮と肉がつながっているところは包丁を使うと剥がしやすいです。次に胸肉の皮も同じように剥がします。剥がした皮は捨てずに鶏皮の焼き鳥にします。余分な脂、硬い筋、小さな軟骨も取り除きます。もも肉と胸肉をそれぞれ一口大に切ります。大きさを揃えると火が均一に通りやすいです。鶏肉の表面にある細い繊維を見ます。その繊維を横から切るように包丁を入れます。こうすると焼いた後も食べやすいです。味付けが違うので、もも肉と胸肉は別々に置きます。では、切った鶏肉を串に刺します。肉を一切れ持って真ん中に串を刺します。肉の繊維を横切るように串を刺します。繊維と串が直角になるようにするのがポイントです。布を縫うような動きで串を肉の中へ通します。このように刺すと肉が串の上で動きにくくなります。焼くときもひっくり返しやすいです。一つの串に肉を詰めすぎないようにします。料理では肉を串に刺すことを串を打つとも言います。次は剥がした鶏皮を準備します。鍋にお湯を沸かします。お湯が沸いたら鶏皮を入れます。鶏皮はさっと茹でます。お湯に入れたまま長くは茹でません。表面の色が変わったらざるにあげます。さっと茹でると余分な油が落ちます。皮も少し縮んで切りやすいです。手で触れられるくらいまで少し冷まします。それから鶏皮を一口大に切ります。これも先ほどと同じように串に刺します。串に刺したまま置いてフライパンを準備します。ここから焼き鳥を焼いていきます。まず鶏皮から焼きます。
鶏皮から油が出るので油は入れません。フライパンに鶏皮を並べ、弱めの中火にします。鶏皮は途中で休ませません。休ませると表面に水分が戻り、カリカリした食感が弱くなりやすいからです。最初はあまり動かさず、焼き色がつくまで待ちます。焼き色がついたら裏返し、反対側もじっくり焼きます。出てきた油はペーパーでこまめに拭き取ります。油が残っていると皮がベタっとしやすいです。鶏皮はカリカリに焼きたいので、このままもう少し焼きます。フライパンの空いているスペースでもも肉も焼きましょう。もも肉を串に刺したまま空いているスペースに並べます。火を中火にします。もも肉は一度に最後まで焼かず、途中で休ませながら焼きます。焼く、休ませる、また焼くという順番です。まず何度かひっくり返しながら両面を合計4分ほど焼きます。片面だけ長く焼かず、焼き色を見ながら返します。4分ほど焼いたら、もも肉だけをフライパンから取り出します。そして4分以上休ませます。休ませる時間は直前に焼いた時間と同じか、それより長くします。休ませると表面の熱が肉の中心へゆっくり伝わります。そのため外側だけが焼けすぎるのを防ぎやすいです。もも肉を休ませている間も鶏皮は何度か返しながら焼き続けます。休ませたらもも肉を空いているスペースに戻します。先ほどと同じように何度かひっくり返しながら両面を焼きます。中まで火が通るように串を何度か返します。鶏皮も全体がこんがりしてきました。箸で触ると表面がカリッとしています。ここで先ほど作ったタレを少し加えます。タレは表面に薄くつくくらいの量で十分です。鶏皮ともも肉を一緒にタレでさっと煮絡めます。串を返しながら全体にタレを絡めます。さっと煮ながら絡めることを煮絡めると言います。砂糖が入っているので長く焼くと焦げてしまいます。鶏皮は長く煮ると柔らかくなってしまいます。タレに少しとろみが出てきました。鶏皮ともも肉の表面に綺麗な照りが出ています。タレが薄く絡んだらすぐに火を止めます。鶏皮ともも肉をフライパンから取り出します。最後に胸肉を焼きます。塩味にするのでフライパンに残ったタレをきれいに拭き取ります。フライパンに油を少し入れて薄く塗ります。油が多すぎると焼き鳥が油っぽくなってしまいます。胸肉の全体に塩をまんべんなく振ります。まんべんなくは全体に同じくらいという意味です。胸肉を串に刺したままフライパンに並べます。火は中火です。胸肉も一度に最後まで焼かず、途中で休ませながら焼きます。まず何度かひっくり返しながら両面を合計4分ほど焼きます。片面だけを長く焼かず、焼き色を見ながら返します。4分ほど焼いたらフライパンから取り出します。そして4分以上休ませます。胸肉は休ませると水分が残りやすく硬くなりにくいです。休ませたらもう一度フライパンに戻します。先ほどと同じように何度か
ひっくり返しながら両面を焼きます。串の部分を持つとひっくり返しやすいです。中まで火が通ったらフライパンから取り出します。この胸肉は塩味のまま仕上げます。それでは焼き鳥を器に盛ります。まず塩味の胸肉を並べます。胸肉に叩いた梅を少し乗せます。その上に千切りにした大葉を乗せます。これで梅しその胸肉ができました。別の胸肉にはわさびを少し乗せます。次にタレ味のもも肉を並べます。最後に鶏皮の串も盛ります。はい、3種類の焼き鳥が完成しました。家のフライパンでも焼き鳥らしくできました。それでは食べてみます。いただきます。まずは梅しその胸肉です。胸肉は柔らかく焼けています。梅干しの酸味が鶏肉によく合います。大葉の香りも口の中に広がります。さっぱりしていて食べやすい味です。次はわさびを乗せた胸肉です。わさびを乗せすぎると辛くなってしまいます。少しだけ乗せると味の違いを楽しみやすいです。次はタレ味のもも肉です。もも肉は胸肉よりジューシーです。甘辛いタレが肉の表面によく絡んでいます。最後は鶏皮です。表面はカリカリで香ばしく焼けています。タレは薄く絡めたので皮の食感も残っています。塩味とタレ味を両方作ると味を比べやすいです。とても美味しいです。ごちそうさまでした。日本の焼き鳥店では1本ずつ注文できる店もあります。部位の名前と味付けを一緒に言うと注文しやすいです。例えば、ももを塩で2本お願いしますと言えます。タレ味なら皮をタレで2本お願いしますと言えます。塩とタレはどちらがおすすめですかと聞くと自然です。いろいろな部位を食べたいときはおすすめをお願いしますでも大丈夫です。塩とタレを比べながら好きな部位を探すのも楽しいですよ。皆さんも日本に来たときはぜひ居酒屋や焼き鳥屋さんで焼き鳥を食べてみてください。それでは確認問題に挑戦しましょう。第1問です。串に刺したままフライパンに並べます。この文はどんな状態を表しますか？正解は C です。何々したままはある状態を変えずに次の行動をするときに使います。動詞の多形にままをつけます。刺したままは串を抜かない状態を表します。料理では蓋をしたまま待ちますとも言えます。日常では電気をつけたまま寝てしまいましたと言えます。状態が続いていることを伝えたいときに便利です。第2問です。火が強いとタレが焦げてしまいます。この文はどんな意味ですか？正解は A です。何々してしまいますは動作が完全に終わるときにも使います。困る結果や残念な結果を表すときにもよく使います。動詞の手形にしまいますをつけます。この文ではタレが焦げるという困る結果を表しています。料理では焼きすぎると硬くなってしまいますとも言えます。
日常ではスマートフォンを家に忘れてしまいましたと言えます。失敗や困った気持ちを自然に伝えられる表現です。第3問です。串の部分を持つとひっくり返し。空欄に入る言葉はどれですか？正解は B です。しやすいですは、その動作が簡単にできることを表します。動詞のます形からますを取って安いですをつけます。ひっくり返しますは、ひっくり返しやすいですになります。料理では切りやすいですや食べやすいですもよく使います。日常ではこのアプリは使いやすいですと言えます。ものの便利さや動作の簡単さを説明するときに便利です。今日の3つの表現を復習しましょう。何々したままは状態を変えずに次の行動をするときに使います。何々してしまいますは動作の完了や困る結果を表します。何々しやすいですは動作が簡単にできることを表します。コメント欄で今回の学習表現を使ってください。例えばこの焼き鳥は家でも作りやすいですと言えます。皆さんの感想も楽しみにしています。この動画が役に立ったらグッドボタンをお願いします。チャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。